皆様どうもこんにちは。本日はですね、皆様にお伝えしなければならないことがございます。冒頭からこんなトーンで申し訳ないのですが、なんとアシッドコーヒー YouTube ついに5000人突破しました。 YouTuber みたいなこの振る舞いもできるようになってる気がします。すごい5000人の YouTuber ですよ。すごいですよ。 YouTuber みたいでしょ。イエーイということでね、はい、これを記念してですね、なんと新しい T シャツを、はい、これを今絶賛作っております。ただ今ちょうど撮影時期がお盆なんで、これ出来上がって販売するのはちょっと先になるかもしれないですけど、まあもともと作るのを計画していたんですけど、せっかくなんで5000人記念ということで勝手にかぶせてこれを販売していこうと思います。はい、はい、ということでまあ今週もねよろしくお願いします。はい、今週はですね、今こっちにくるくる回ってるんですけど、これがまあ新入荷豆ちゃんたちということなんですが、まあ在庫の少ないやつはちょっと早めに出した方がいいかなと思って、この YouTube が出た時には売り切れちゃうかもしれない可能性があるぐらい在庫が少なくて美味しいやつを紹介します。まず一つ、フライングピューマジャガー 17.1 ジャガーとかピューマとかよくわかんないんですけど、フライングピューマは確か CCD の会社がやってんのかな、なんかそんなような気がします。諸説あるというかちゃんと調べなきゃわかんないんですけど、まあ美味しいですね。綺麗な感じがします。なんかウォシュトでもハニーでもナチュラルでもなんかこうつまりこういうことよみたいな、なんかパナマの底力を感じますね。それでなんか結構母体もしっかりちゃんとしてるから安定感もあるのかなと。まあすげえ綺麗でめっちゃうまいんでね、こいつはまあホットでハーフで入れていこうと思います。はい、もう一個打って変わってケミカルコロンビアですね。パナマファンの人はこういうのあんま好きじゃないとは思うんですけど、農園はグラハパライソなんか聞いたことありますよね。これエルパライソでもともと働いてた人がエルパライソの近くでやってる農園らしくて、まあなんか中華資本でエルパライソのそのまあ技術とかそういうのをもうごっそり持ってって似たことしてるみたいなっていう風にエルパライソの人は言ってました。ちょっとよくわかんないですけど、まあグラハパライソとエルパライソはそんな仲が良くないらしいですでめっちゃ近いんですよ。エルパライソ農園から見えるんです。あれがグラハパライソみたいな。なんでそんなとこに結構当てつけみたいなで、なんかその中で働いてる人たちになんか「Hey yoブラザー」っつってなんか接触してなんかいろいろ聞いてるとか聞いてないとかってエルパライソの人は言ってましたはい、仲悪いらしいですね。まあでもなんかね、すごいグラハパライソってすごいこうムッとした香りがするのが特徴な気がします。で今回イエローティピカ、まあティピカっちゅう結構頑固な品種でどんだけこう発酵が入っていけるのかっていうのをね、まあまあすごいですよ。ということでやっていきましょう。アシッドの豆買うと裏にこうレシピが載ってるんですけど、ホットのハーフとホットのフルね、まあ合計 100cc、200cc できるやつと、あとはアイスのまあハーフと、まあアイスのフル、まあこういうレシピもあってですね、買うとまあわかると思うんですけど、まあ YouTube だけ見てるね皆さんね、ちょっとハーフって何のこっちゃみたいな、レシピ教えてほしいみたいな人もいると思うんで、今日は改めてこいつのハーフをね丁寧に入れていきたいと思います。まず 8g 使います。こういう時だいたい僕 9g ぐらい入れちゃうんですよ。9g 入れて、なんかほらこれとかちょっと怪しいじゃないですか。クエーカーっぽいちょっと色が違うなーみたいな気がするんで、こういうのほらちょっと 8.9 とかになる。でこれで3粒ぐらいグラインダーに餌を与えます。前使ってた粉とかがこうちょっと残ってたりするんで、そいつをこう素洗いするイメージですね。いいよ、もう香りがいいのよ。なんかお花フルーツみたいな。なんか結構最近のパナマはナチュラルでもこうなんかゴリゴリバキバキなんかギャンギャン発酵みたいなのは少なくなった気がしますね。なんかナチュラルのちゃんとそのストロベリーフレーバーみたいのがありつつ、かつクリーンカップは絶対守るからねみたいな、なんかそういう矜持を感じますね。いや5000人ってすごいですよ。4ヶ月で5000人
か。すごいと思います。やったね。さすがもう編集がいいから。いやいや、本当にもう編集がいい。喋り手ですよ。いやいや、もう、僕たちのケミストリーね。はい、じゃあ、真面目に入れましょう。お湯は86度です。ああ、いいですね。で、スプーンで攪拌するんですけど、下のダマをこうほぐしてあげるイメージです。なんで、結構下の方まで行くんですけど、うらーってガシガシやると、めっちゃこの後、詰まっちゃうんですよね。固まっちゃう感じがするんで、まあ、あくまでこうほんのり。で、ついでに匂い嗅いであげると、いいですね。で、こう結構割りかしを細めに80までいきましょう。ちょっとお湯が今入りすぎてて、お湯注ぐのちょっとぎこちなかったと思うんですよ。なんでまあ半分ぐらいのお湯だといいかもしれないですね。あんまめちゃくちゃ少ないと抽出中に温度下がっちゃったりすると思うんで、まあ、ちょっと重いけど半分ぐらいまでは入れていいんじゃねえのと思います。ほい。はい。ね。基本的に、まあ、注いでから30秒と1分10秒と1分45秒とか、その辺を、こう、基準にしてます。なんで、1分10秒って見たら、おお、やばいやばい、その時間だ、みたいな、こう、反射的にね、なれるといいですね。多分。うん、いい感じ。ほら、1分45秒で、このぐらいに、こう、縁に粉があるんで、こいつをまず落とします。はい。結構、こう、ぷくって膨らんだりしないのは、浅煎りだからですね。浅煎りなんで結構、雑味の絶対量が少ないと思ってるんですよ。で、それをこう、しっかり、浸してあげることで、フレンチプレスとかカッピングみたいな、いわゆる、浸子っていう、こう、漬け込むことによって、お湯がじわじわ、染み込んで、こう、コーヒーがじわじわ出る、抽出されるっていう考え方でやっております。注ぎ終わった後にゼロをして、こう戻して、持ち上げると、このサーバーと、このコーヒーのお湯のグラムがここになってるじゃないですか。で、これで 241g になったらいいんです。っていうのも、このサーバーがね、実は 141g なんですよ。後出しで申し訳ないんですけど。確か。するってと、こいつが 141g で、ここが 241g ってことは、ここのコーヒーのグラムは何グラムですかっていうね、この算数の問題がこれで出来上がるわけですね。この難問。うん。ね。簡単ですよね。100g ですね。はい。で、こういう風にスケール1個で、注いだ量と抽出量を両方測ることができるっていう、この、YouTube 初期から実はずっと言い続けてることなんですけどね。はい。もう何度も言ってきますよ。皆さん。うわ、最高ですね、こりゃ。熟れた果実の印象があります。ワイングラスで飲みたいけどないんだよな。まあ、いっか。目覚めよ。スーパーフルーティー。いいですね。もうちょっと冷房効いた部屋で飲みたいですね、ホットは。でもうまいね。うまい。冬だとね、あっという間にこれが冷めて、温度の変化による味の変化っていうのがあんまりまあ楽しめないというか早いんであれなんですけど、夏はこうめちゃゆっくり冷えるからじっくりこう変化していくのが分かりますね。もう最初から今ちょっとマンゴーみたいな、あとはまあブルーベリーとか結構柔らかめのフルーツを感じますよね。なんかケニアとかがこうなんか硬いいわゆるストーンフルーツとかなんかプラムとかそういうシャキッとした酸だとすると、パナマはねやっぱり基本的にこう柔らかくてまろやかでも熟れてるみたいな、そういうのが多い気がします。なんか忘れていた大事なものを思い出させるような、昔じいちゃんに言われた大事な一言が蘇ってくるような、蘇ってきてないんだ。アイスにしてもいいんですけど、氷入れて
その、まあ、急冷のレシピもいいとは思うんですけど、ホットで入れたものを湯気ごと密閉して、冷蔵庫で冷やすと、もうそのまま冷やしコーヒーになるんで、それがおすすめですね。そうだな、これウイスキーで例えると、超熟グレングラッサス。わかるかな？グレングラッサのね、まあ、昔オフィシャルで出てた30年とかね、こういう味すんだよね。なんかピンク色の、果実なんだけど、ちょっとこう、麦うま柔らかな要素があってですね。で、しっかりフローラルなんだよね。はい。グレングラッサ30年好きな人、ぜひこのフライングピューマ飲んでみてね。絶対うまいからこれ。これもう残り2キロしかないんでね。で、まあ結構、こういう綺麗系派手すぎない本当に美味しいコーヒー、実は売りづらいっちゃ売りづらいんですよ。なんか派手じゃないから、うわーみたいなんじゃなくて、いいねって感じなんで。なのでまあ結構ね、原価かなりするんですけど、その分実はちょっと、買いやすいように。まあそれでも高いとは思うんですけど、ちょっと安くしてて、ぶっちゃけ結構お得だと思うんで、ぜひです。次、グラハーパライスイエローティピカの前に何か紹介するかということで、定番のレコード紹介。はい。だからランダムに参りましょう。目つぶっていこう。ね。これとこれと、あとこれと。4枚ぐらいいこう。これわかんないとこもある。これなんかいいと思う。これ、この間やんなかったっけ？セロニス文句ですね。大好き。はい、もう皆さんセロニアス文句とりあえず聞きましょう。爆音で聞こう。爆音で。ミステリオーソ。うん。ツアー中のね、ライブ音源なんですね、これきっと。いいですね。セロニアス文句はこのピアノの人ですね。大体このジャズのメンバーっていっぱいいるんですよ。で、途中このテナーの人とかすごい吹き散らかすんですけど、いや、セロニアス・モンクのサックスはいいね、みたいなのはちょっと違います。セロニアス・モンクが呼んできたサックスおじさんによる素晴らしいソロということなんで、で、結構この裏とか見ると、なんか結構参加してる人がね、ちょいちょいいるんでね。なんかその辺もね、なんか、ぜひって感じですよ。続いて、カウント・ベイシーでした。いいですね。55年のなんかやつ。ビッグバンドの人ですね。なんか吹奏楽やってる人は結構カウント・ベイシーの曲いっぱいやらされるんじゃないでしょうか。なんかあんまり有名な曲は入ってない感じがあるね。曲かけらんないとちょっとレコード紹介ってあんま語れるもんがないの。まあこれどういう時聞くかっていうと、まあでも今聞いてもいいかもね。なんか結構こうなんか陽気で豪華なビッグバンドなんで。でビッグバンドって何かっていうとビッグなバンドです。さっきのやつとか4人ぐらいしかいないじゃないですかね。ビッグなバンドだとなんかいっぱいいるんですよ、人が。で、なんかじゃじゃんみたいな、みんなで和音作るみたいなのがなんかあって、ちょっとディズニーっぽいっちゃディズニーっぽいですかね。まあ豪華。ちょっと気をつけなきゃいけない。カウントベーシーはなんか最初音ちっちゃいなと思ってちょっとデカめにやっていくと、じゃじゃーんとかいきなり来るんで、まあ気をつけてください。ね、ほんとなんか今からジャズ知りたいけど何がっていう人はデューク・エリントンとカウント・ベイシーとセロニアス・モンク聞いときはまああらかたジャズスタンダードは覚えると思うんで、そっからなんか違うバージョンの誰々のやつを聞くといいのかもしれないですね。はい、続いて、ハービー・ハンコックですね。これもね、俺別にそんなに語れることないんだよな。なんかじゃなくていいですね。なんかハービー・ハンコックって人はピアノの人なんですよね。で、これだとオルガン使ってて、結構なんかちょっとファンキーな感じの、感じです。で、まあ当時なんかもうジャズがバキバキに流行ってたかというと、もうだんだんまあジャズってちょっと古臭いよねみたいな、もうなんかロックとか出てきたり、こういうシンセとかなんか入ってきてる中で、それでもなんか新しいジャズみたいなやつをこう、なんか挑戦したというか、そういう人ですね、ハービー・ハンコック。この人ね、チャラいですよ、これ。本当になんか、ちょうどいいんですよ。ね、DJ とかでもすごい使えます。なんか、チャラいヒップホップの時とかに、まあ、これかけて、もう一回ジャズ行く、みたいな。そう。いやー、かけたいよね、本当はね。はい。渋いね。チェット・ベイカーですね。チェット・ベイカーこの、ラッパーのおじさんなんですけど、見たところこれ、
後期チェットなんですよね。チェット・ベイカーってほら、チェット・ベイカー・シングスとかで、こう、男性ボーカルといえばチェット・ベイカーみたいな、そういうイメージがあったんですけど、後期のもう元気ないチェット・ベイカーのチェット・ベイカーめちゃくちゃいいんですよね。これ確か結構暗いアルバムだった気がするんですよね。俺すごい好きですよ。ブルーボッサー。なんか一見そんな暗くなさそうですね。ちょっとかけてみるか。実は昔サックスもらったことがあって、ほったらかしてて、そう。ちょっと吹いたりしたんですけど、今もう結構ガタが来てるから、オーバーホール出してるところです。そのうちやろう。すごい、お前浮かれてんじゃねえぞみたいな気持ちになりましたね。はい。はい。気にせず参りましょう。はい、お次はグラハパライソ、イエローティピカいきます。うん、でかいですよね、豆面がね、なんかね。で結構、わかります、ちょっと硬そうなの。ティピカって大体硬いんですよね、なんか。で、それによってやっぱ火の入れ方とかがこう変わってくるんですけど、こういう硬めの豆はやっぱり後半のその火力、あんまり下げんの早すぎない方がいいんじゃないかと思ってる。ギリギリまでわりかし高火力でいて、で最後ガクッと落とすんです、僕は。これすごいケミカルフルーツ。なんか果汁 0% のメロンジュースみたいなそういう感じ。メロンソーダもそうよね。あれメロン入ってない。香料だけ。香料だけ。アイスのレシピはまず結構最初ジャーっとこう一気にねお湯を1投目注いで攪拌っていうのが大事です。何しろその最初ちょろちょろやるとちょろちょろ下に出てっちゃうじゃないですか。でその最初のほんと数秒しかこの後触れてないお湯を下に生かすのってどうなんやって思うんですよ。だもんで結構バーッと入れて攪拌するとなんかあんまりちょろちょろいかなくなるんですよね。そこが大事だなと。で2投目120ぐらいまではこうやって細く、やばいこれアイスだった。120おしまいや。はいホットの解説しようとしちゃった。そう基本ね2投目の最初は細くです。で後半そのアイスは120なんです。そこの時に粉を落としたわけですね。2投目の後半からはもう基本この粉はね落とすね、みんなこれ見てちゃんと家でコーヒー入れられてんですかね。やるんじゃないですか。いやわかんないね。みんなどういうそのオペレーションで家で入れてんのかね知りたいですよね。家ついてっていいですか企画みたいな。アシッドで豆買った人にすいませんちょっと面白そう。こういうものなんですけど今から家行っていいですか。で家行ってもちろん北海道とかきついけど
まあ、近くだったら家行っていきなりコーヒー入れるみたい面白い。な。面白そうですね。無茶ぶり企画。でもなんかずっと貼ってたら OK してくる人いそうじゃないですか。いるんじゃないですか。ね。すごいなんか違う趣味とか垣間見えて面白そうですよ。まあ、手っ取り早いのはスタッフの家に行くとか。まあでもうちのスタッフの家行ってもコーヒー器具ちゃんとしてそうだから、なんか本当になんかまだ道半ば過ぎるけどそもそも自信ないですみたいな人とかの方がなんかこうついてきがいがあるかもしれない。はいということで、190注いで落ちきりですね。濃いめなんですよちょっと。わかります？本当だったら260お湯注いでちょうどいいコーヒーになるのに190で止めてるからちょっと濃いめでこのまま飲んでもうってっつってって閉じてみたいな感じになるんですよ。不思議でしょ？濃いのに閉じてる感じがするんですよ。大体でもなんか濃すぎるとギュッとこう閉じた感じがしてでそこを加水したり氷入れたりするとちょうどいい。この大きさの氷だったら大体3つ4つですね。これ氷足してここが250とかになればいいです。これもちゃんとウイスキーとかに例えようかな。ウイスキー好きがこの YouTube 見てくんないかな。面白くないか。コーヒー興味ないと。申し訳ないんですけどでもウイスキー界隈ってちょっと不健全なところがあるような気がしててコーヒーに比べるとまあ逆に言うとコーヒーは健全というか今のだけだと燃えそうだね。ちゃんと説明しますけどウイスキーって何年も寝かせることができるんですよ。買って例えば10年後開けるとかそういうこともできるし10年前に買ったやつをヤフオクで買うとかもできるんでなんかその所有欲満たしてでこれを持ってるぞっていうなんか自分みたいなところもねまあ多少あると思うんですよ僕も含めね。なんですけどコーヒーって「いやよっしゃ!」っつって「パナマ買ったぜ!」ってなっても飲まなきゃいけないじゃないですか。絶対になんか味落ちてきちゃうんでだからそこでやっぱりその自慢してる暇がないというか例えばなんかほんで響き30年持ってる人ってなんかそれがなくならない限り一生自慢できるんですよ。うちこれあるぜみたいな。で俺普段こういうの飲んでんだぜみたいな。でもう5年ぐらい言うことができるじゃないですか。でもパナマ買ってもなんか自慢できるのは買いましたのその時だけみたいな。うめえみたいな。今日もこれ飲むうめえみたいな。でもやっぱ1ヶ月2ヶ月とかで飲み切っちゃうしあれは美味しかったっつってなんかその自慢しがいがない分ちょっと健全かなみたいな思いますよね。まあ冷凍庫とかに入れて冷凍庫で保存して何年前のパナマとかいう人もいますけど冷凍どのぐらいまで許せます？ 1年以内ぐらいなんじゃないかな。特にそのお客さんに出すってなったらもうでも半年とかなんじゃないかな。これっつって冷凍ですよっつって言った上でってなると思うけどだまあ家とかに眠ってる豆とかで、まあ、1年前2年前のやつとかあるんですけどまあ全然うまいんですよ。うまいんですけどなんかちょっとその自信がない。ちょっとその本当にベストな状態かって言われるとまあ冷凍とはいえ1年前だからなみたいななんかちょっとそういうなんか歯切れの悪さを自分でも少し感じるんでまあなんかやっぱりその結構常温でエイジングしてまあ部屋の常温でねこんな熱い常温じゃないですよ。これ常温って言いませんからね。はい、まあそこでまあなんか楽しむのがそれはそれでなんかいいんじゃないかなとね。アイスコーヒー目覚めよスーパーフルーツいい色してますんだな、ほらどうよねうまいな。これビーチで飲みたいな。ビーチでなんかちゃんとパラソル立てて完璧にこう仕上げた状態でギャルをナンパしてでコーヒー飲もうよ。コーヒーお酒じゃないの。いやこれうまいんだよすげえうまい飲んでみとか言って何これ美味しいとか言ってそういうのがいいななんつってそんなこと言ってると多分家で YouTube 開いた時にパパキモいとかねそろそろ言われるかも。パパキモいギャルなんてナンパできるわけないじゃんとか言って妄想も大概にしろよとか言って本当は陰キャのくせにとか言ってそこまで言いませんけど、はい、
ナンパねできないですね、あんまり。まあ若い子にはナンパしろって言いますけどね。ただしたことありますよ、ストリートナンパ。すっごい勉強になるんですよ。喋りかけなんです、可愛くて。でっつって次第に動きが止まって自動になる。恥ずかしい。でそうなるとやっぱり自分ってすごい恥ずかしいなって思うんですよ。なんかこんなところでナンパして女の子も引っかかんないしみたいな、己の弱さを知る。でもやっぱりこうなんか無理やりでも声かけて、なんかこうねアドレス交換して結局なんかあったり合わなかったりみたいなね。もっと世の中にこう逆難が広まってね、僕が声かけられるぐらいになるといいんですけど、なんでもないです。もうアイスコーヒーってもう冷たいだけでうまいよな。これいいでしょ。でもなんか酸味もね結構控えめで、なんかこうチョコレートっぽい感じしません？あとシガーみたいなパイプのチョコレートの味ってあるじゃないですか。あんな感じすごい感じるんですよね。でなんかグラハパライスを大昔オレンジブルボンとかも仕入れたことあるんですけど、こういうなんかムッとしたなんか男性的な男性用の香水みたいな感じがね感じる気がするんですよね。香水のチップスあります。香水飲食やってる人って基本香水つけないんですけど、僕ね靴につけるんですよ。好きなのあったとしゃがんだ時自分で分かる。あんなん自己満足じゃないですか。本当に自己満足です。なんかそうということで皆さんね、これからもよろしくお願いします。5000人、これがね来月には5万人になってるかもしれない。ぜひチャンネル登録とか高評価とかしてもいいですよ。してください。はい。ではね、ほらこの可愛い T シャツもそのうち販売しますから。これアシッドのネオンなんですね。可愛いでしょ。ちょっと色合いがちょっと変わるかもしれないですけど、変わんないかもしれないです。では今週もありがとうございました。目覚めよスーパーフルーティー。ギャルをナンパしろ。